どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回は買ってよかった。iPhone 15シリーズおすすめの、ケースとか周辺機器ですね。アクセサリー類を紹介したいと思うんですけど、20個ぐらい。前回の動画もね、結構好評でして、こちらもね、チェックしていただければと思いますけど、こちらを踏まえつつ、今回またね、裾野を広げて周辺機器紹介いたします。マジでいいです。ほんと実際使って良かったものだけ紹介していきますので、20個多いんでね、チャプターで分けておきますので、ぜひね、気になるとこだけ見てもらえばと思います。あと、概要欄に全部貼っておきますので、気になったものあればチェックしていただければなと思います。で、早速行きましょうか。そうだ。で、iPhone 15ね、15 Pro のレビューもありますんで、ぜひね、チェックしていただければと思います。保護フィルムなんですけども、前回同様ですね、トラスの保護フィルムでございます。非常にね、結構ね、売れてました。実際結構売れてたんですけど、付属品とかがね、全部かなり充実しておりまして、このオレンジのね、ガイド枠がね、めちゃくちゃ、これが死ぬほど貼りやすいです。革命的に貼りやすい。買うときはやっぱガイド枠付きのですね、保護フィルムがおすすめになります。非常にね、こちらも簡単でですね、表面のホコリとか取ってもらって拭いてですね、綺麗にしてもらってから、でもう保護フィルムがついてる枠があるんで、それを上からつけてですね、で、あとはゆっくり引っ張っていくっていうだけですね。これがめちゃくちゃね、革命的に貼りやすかった。これはね、めちゃくちゃ良かったですよ。で、あとはですね、もうそのまま、ガラスですね、吸着していきますので、はい。あとは枠取ってもらえばですね、これで使ってるんですけど、めちゃめちゃ使いやすくて。で、表面もですね、エッジ加工、エッジの加工もされてるので、引っかかりとかもないですし、使ってて別に、ガラス張ってんなっていう感覚はほぼないので、ほとんど表面から見ても全然ですね、気にならないっていうところでございます。普通のね、やっぱりフィルムと比べるとちょっとお値段するんですけど、その分めちゃくちゃ貼りやすいっていうね。なんで、今まで保護ガラスフィルムね、貼って、苦い思い出があるっていう方はぜひね、これ一回試していただきたいっていう感じです。実際結構売れてました。はい。別にニマソとかでもいいと思います。もうちょっと安いものであれば1500、600円ぐらいでですね、ガイド枠ついて、これも全然貼りやすいですし、コメント欄で書いてあったのが、シュピゲンの保護フィルムですね、イージーフィットガラスフィルムっていうのがあるんですけど、これも結構ね、貼りやすかったですよっていう意見が多かったので、これもね、なかなかいいんじゃないかなと思います。これもなんか枠がね、ちょっと変わったのがついてて良さそうでした。アンケートもね、取ってみまして、コミュニティ欄の方で、スマートフォンにじゃあケースとかフィルムってつけますかつけてますかっていうね、どうなのかなっていうの気になったんですけど、さすがにね、全裸の人は少なかった。なんで、8割かな ?8 割。保護フィルムも入れると、ほぼ9割近い方がですね、何かしらつけてる。保護フィルムと、ケースは8割以上の方つけてましたので、このアンケートだったらですけど、保護フィルムはつけた方がいいです。僕も飛ばしたんで1回。はい。これは少なくとも5万円かかりますから、落とすとね。このコメント欄めちゃめちゃね、みんなが使っているケースとかフィルム書いてあるんで、こちらもぜひね、チェックしていただければと思います。はい、概要欄貼っときます。カメラレンズもですね、以前この紹介しました独立型のタイプですね、トーラスのやつですね。これもめちゃめちゃね、もうほんと上からパンってはめて撮るだけでもう簡単ですね、めちゃめちゃ。これと黒いタイプにはなるんですけど、全然貼っててもね、違和感ないですし、厚みもね、そこまでなくて、特にカメラに干渉とかもないので、ナチュラルチタニウムつけてもね、めちゃめちゃかっこいいので、ちょっと取り比べてとかもしたんですけど、特に普通に使ってて、なんか写真になんか写るとかそういうのはなかったんで、大丈夫かなと思います。で、あとカメラフィルムだこう全体をですね、フィルムでこう覆うタイプとかもあります。ニマソとかもありますし、こういった透明フィルムもあります。これの注意点としては、ケースをね、撮るときに干渉する場合があります。なんで一緒にポロって撮れちゃう時があるんで、そこだけ注意かなと思います。なんで僕は独立型がね、おすすめではあるんですけど、とはいえね、この ESR さんのですね、全部入りのセットがあって、ケースとフィルムと、カメラフィルムと保護フィルム全部入ってるセットがあるんですけど、これめちゃめちゃ良くてですね、これも結構売れてました。こちらもですね、全部入ってるんですよ。はい。なんでフィルムとカメラレンズとかセットになってて、中身ね、かなり充実してますね、全部ね。これもね、トーラス同様にカメラフィルムほんともう上からパンってね、はめて撮るだけなので、めちゃめちゃ簡単で、こっちね、透明のタイプなんですよね。で、カメラフィルムは単体でも普通に売ってるので、試していただきたいんですけど、これもね、めちゃめちゃ普通に美しいというか、これ今貼ってるんですけど、なかなか美しくて素晴らしいっていう。透明の方が良さそうですけどね。夜間撮影とかもしてみたんですけど、特に問題なさそうでしたね。たまになんかね、フレアっていうかね、映り込みみたいなのは一
瞬感じた気はしたんですけど、これでもどうなんだかこの iPhone 15 Pro 自体のカメラの問題な気もするんで、映り込みは確かにあるかもしれないんですけど、基本的には特に撮っててあれみたいなことはなかったっすね、正直ね。特にナイトモードとかでも使えるかなと思いました。これから、クリアケースですね、紹介していきたいと思うんですけど、さっきのESR のやつもさっきのセットに入ってると同じやつですけど、こちらも非常に美しくてですね、磁力も非常に強力で、四隅にこのエアガード入ってるんですね。で、下側の USB-C もしっかり開いてますし、ストラップホールとかでカメラ部分も浮き上がってます。画面の方もちゃんとね浮き上がってるんで、非常にね持ちやすいこれは。ただちょっと厚みはねあるかなと思います、その分。重くはないですけどね、そんなにね。使っててめちゃめちゃなんか気持ちいいケースというか、守備力高いっていう感じで、スタンド付きのタイプとかもありますね。カメラの周りに枠がついてて、それがスタンドになるっていうタイプもあるので、これはこれで便利ではありますね。非常にいい。一応使ってるのは、前回も紹介したんですけど、この新ジマルのね、クリアケースですかね。これね、めちゃくちゃね、透明感あって、そんなに高くないんですけど、下側ね、USB-C はギリギリ、入るかなっていうところで、透明感あります。で、磁力ね、結構強くて。で、難点はやっぱ1個だけなんですけど、このボタン部分が全部ね、合体してるんですよ。音量のオンボタンとマイナスボタンが一体になってるので、そこだけ微妙に押す時に困るぐらいかな。慣れれば大丈夫かなっていうところで、アクションボタンとかも全然ね押しやすかったですし、特に問題なく使えるかなと思います。この前一回落としちゃって、実はねケース割れちゃったんですけど、本体は無傷でしたね。で耐久力は十分意外とあるかなと思います、価格の割には。なんでこの iPhone 15とかね、一緒に今使ってますけどね。プロの方はねちょっと割れちゃったんであれですけど、なので、今ですね、もう一個薄いケースの代表といえばこのケースフィニットですね、フロストエアウルトラ。これを、基本今メインではこちらつけております。で、アイスホワイトね、これも非常に薄くて美しいね、ケースでございまして、めちゃくちゃ手触りいいですね。カメラ部分もしっかり浮き出てますし、薄いんだけど、ほんと最低限ね、強度はあるかなと思います。USB-C も下ね、しっかり開いてますし、ただやっぱボタン部分だけくり抜かれてるタイプなので、そこだけ押し込みが必要というか、ちょっと押しづらいなっていう感覚はありますけど、正直それ以外はもうほぼ完璧なんじゃないかなっていうぐらいの完成度ですね。薄くてめちゃめちゃいいです。はい、ナチュラルチタニウムと非常に合います。ちなみに、スモークブラックもねあるんですけど、こちらもめちゃくちゃ美しいです。ナチュラルチタニウムにつけても結構合ってたので、ブラック系のね iPhone だったらもっと合うんじゃないかなと思いますけどね、めちゃめちゃいいです。これもあとピタカのケースもですね、前回同様これも良くて、マグイージーケースプロ4っていうね、全面をこれ保護するケースなんですけど、これもね軽いんですよね、意外と。こう守ってくれるんですけど、全面保護だけど軽くて、このアラミド繊維っていうね、軽いんだけど強いっていう素材が使われてまして、これもねめちゃくちゃ手触りいいんですよ。めちゃくちゃ良くて、僕好きなんですけど、黒でねナチュラルチタニウム見えなくなっちゃうんで、今ケースフィニットにしてるっていう感じですけど、ディープパープルね iPhone 14 Pro 使ってた時はこれ結構つけてました。はい、薄いタイプのですねマグイージーケース4っていうのもあります。これもねめちゃめちゃ薄くていいですね。で裸感覚で使いたいけどケースで守りたいっていう方は非常におすすめなんじゃないかなと思います。はい、でこのピタカのリングもめちゃめちゃいいです。これ落とした時につけてたケースですけどね、一応ね意外と画面は大丈夫だったっていうのは話したと思うんですけど、良かったですマジで。モフとねケースも今回出てまして、これもねいいんですよね。モバスだったかね、レザーケースで、今回やっぱアップルのですね純正ケースからレザーっていうのがね環境に配慮するっていうことで、ウーブンナイロンケースっていうのがね出たんですけども、レザーケースがねなくなっちゃったんですよね。でウーブンナイロンも質感は結構いいんですけど、やっぱ耐久性ちょっと怪しいんじゃないかっていうねところはいろいろありまして、僕はね意外と好きなんですけど、アップルのですね純正レザーケースの代用だったらこれなんじゃないかなって今思ってます、僕は。はい、でこれモバスっていうね特殊素材を使われてまして、質感がねめちゃくちゃいいんですよね。で中も、裏肝素材で、ストラップとかもね、入れるね首掛けのやつとかあるんですけど、それも使えますし、表面がねでめちゃめちゃこれね手触りいいですね。グレーだったと思うんですけども、ザラザラしつつもね手触りも良くて、で側面はねしっかり金属のボタンをついてますし、このねスタンドもねよくできてますね。ケースちょっと見せておこうかな。これも結構いいですよね。横の金属ボタンもあって、このナチュラルチタニウムとめっちゃ合うんだよね。で下もねしっかり開いてるんで、手触りね
めちゃくちゃいいです、このモバス。あと今回スタンドもですね、アクセサリーとして、こう開いてね、結構使えるタイプで、立てたり横にしたりとか、いろんなですね角度で使えます。で目線がねこれも上がるんで、めちゃめちゃパソコンの横とかに置いて使うのがね非常に便利で、自撮りとかもねこれすごいやりやすいんじゃないかなと思いますね。モフトのこのスタンドみたいな感じでも使えますし、それがこうちっちゃくして持ち運べるっていうのがねめちゃくちゃいいですね。いろんな用途で使えるんで、横にしてとかできるんで、やっぱりですね横にして置いて、今回の iOS17 のスタンバイモードとかとめちゃくちゃ相性がいいんじゃないかなと思いますね。横にして時間表示するっていうのができるんで、これめちゃくちゃいいんですよね。実際かなり薄くて、普通にモフトのねスタンドと変わんないんですけど、ここにもちろんマグセーフでついて展開して、こういう形で普通にスタンドとして使うのもいいですし、でこのヒンジがねめちゃくちゃ強力なんで、こうして縦にね使える、縦にも使えるし、すごいですよ。結構このぐらい斜めにしても全然このねヒンジが強いんですよね、曲げるとこが。なんで横にしてこう使ってもいいし、なんか普通に撮影とかでもね使えそうなんですよね。これがいい、めちゃくちゃいいよなこれ。なんか使えるかな風に持って撮るみたいなことも、自撮りもできますしね、これでね普通にこう畳めて持ち運べるっていうのはねいいかなと思います。ただやっぱり普通のものと比べると重さは重量ねあるんですけど、強度もあるかなっていうところではありますね。めちゃくちゃ良いです。ウォレット、ウォレットもですねめちゃくちゃこれカード入って、こうついてスタンドになるタイプですね。これもやっぱりねめちゃくちゃいいっすよね。これで立ててみるもいいし、横でねこのままいけるんで、こっちはやっぱ軽いんですよね、いいのが。でこのまま普通に持ったりもできるんで、これやっぱり安定のモフトのウォレットかなっていう、これもやっぱりいいですね。でカラーもいろいろあるので、このケースと一緒に使える、合わせてファッショナルにね使えるのもいいんじゃないかなと思います。トーラスの多機能スタンドケースっていうのもめちゃくちゃいいですね。でこれも結構売れてます。やっぱり多分特許はこのトーラスさんしかね持ってないからだと思うんですけど、このこちらもですねスタンドというか、リング内蔵みたいな感じで縦置きいけますし、横置きもいけます。でリング自体がこう、回るんですよね。で縦置きの安定度がめちゃめちゃ良くて、でそのまま収納できるっていう形にはなるので、これめちゃくちゃいいですよね。やっぱりね便利なんだよ。ブラックモデルにはなるんですけども、このままマグセーフもね充電もできますし、でこれ展開して、でリング的にもね普通にこう使えたりはするので、こう持って使うのもいいですし、これでスタンドとしてこう回るのがいいんですよね。回るんでなんていうかな、角度調節しやすいんですよね。横向きでも縦置きでも。縦置きはねめちゃくちゃ安定感あります。こう置くとねすごいいい感じの角度になるんですけど、横置きがね角度きつかったんですけど、これで完全にもう究極体になりましたねこれでもう横置きできるんで、角度調節がねこれが回るんで、必要な時不要な時はねこう置いとけばいいんで、リング的にも出してね使えるから、これはめちゃくちゃいい。これはいいでしょう。個人的にはこのクリアのやつとかはね、グレーのやつがね在庫がないみたいなんでおすすめなんですけどね、個人的には。あとねここからリングなんですけど、前回ね紹介したというかデザートウエストのやつですね。上が脂肪加工みたいなしてあって、革っぽいんですけど、こちらも360度ね、回るリングになってまして、質感ねすごい良くてですね、マグセーフくっついてこうぐるぐるって回るんで、めちゃめちゃねこれもいいんすよねこれが基本メインで使うのは僕これですかね、今のところ。持ってこのまま、使いやすいので、角度調節もですねさっきのトーラスのやつみたいな感じで回るんで、横向きとか、縦置きも一応できるかな。斜めにはなるんでなるんですけど、パチッとつけていただいてぐるっと回るんで、もうこれがねいい感じで位置を調整できるっていうのがね、これ iPhone15 ですけど、 iPhone15 やっぱ軽くていいですよね。これさっき真珠丸のケースつけてますけど、これでぐるぐる回るんで非常に指の収まりいいですし、一番いいのがねこの安定感がある、ここがねしっかり止まってくれるんですよね。ここがグラグラになるとちょっとね使いづらさあるんですけど、しっかり止まってくれるので安定感があるんで、安心してこうスマホをいじれますねこれが一番ポイントだと思います。めちゃくちゃいいです。もう一個ねこの新しいタイプがあって、送っていただいたんですけど、ナイロン式っていうかね、デザートウエストスマホリングで、立ち上げて出すタイプなんで、こちらでもね縦置きが結構できるかなっていうね、さっきのトーラスと、今のスマホスタンドの間みたいな感じですかね
分かりやすく言うと。一応こう下になんかナイロンのグリップというか指を入れるとこがあって、これが意外と便利。薬指かな、なんていうの、小指の次の指入れると、安定感あってめちゃくちゃいいんですよね。で縦置きはやっぱりこっちが良くて、リング的にもねこうせり出して使ったりとかもできますし、これもねさっきのやつもそうなんですけど、一応ね両面くっつくんで、なんか冷蔵庫とかにこうつけれます。で磁力結構強い結構強いんで、バーンってなんかお風呂とかでもいいと思うんですよね。磁石あるとこだったらバーンで冷蔵庫につけたりとか、ジムとかでバーンってつけたりとかもいいかなと思いますね。でこれよいしょと、これがあるんで、ここの指を入れて、こう持つってことができるんですよね。なんでこういうことができるんですよこれがもう怖いけどちょっと、これ結構ね意外といいですよ。指通すのがねたまに面倒な時あるんですけど、これが意外といい。でもこれでこう出して使うこともできるんで、これで安定してこういじるみたいな、角度的にはこんな感じですかね。なのでこれが意外と悪くない。なんで離してこう持っているんで、持ち運びは意外としやすいかもしれないです、こっちの方が。で指外す時にねちょっと面倒ではあるんですけど、縦置きとかはやっぱこっちの方がねかなり安定感あるというか角度はいいので、横置きもこれ回してこれがちょっとピヨーンって出ちゃうのがね気になるっちゃ気になるんですけど、結構これはこれで使いやすいと思います。安定して引っ掛けたいみたいな方はこのナイロンのやつついてるのが、で指別に入れてても痛くないんで、ナイロンなんで、いいのかなと思うんですけど、一応マグセーフのね充電器ですね。なんでこのアンカーの321マグ5バッテリー、非常にシンプルなやつなんですけど 5000mAh かな、 iPhone だいたい1回分ぐらいで、厚みはあるんですけどマグセーフでくっつけて頭充電するっていう、非常にシンプルなやつなんですけど、いいですよ。厚みはね少しありますけど、普通に持ってて問題になる感じではないと思います。充電スピードはね十分ですかね。で一応この621のねタイプもあるんですけど、薄いんだけど15とかね15 Pro とかの、サイズ感だとちょっとね下側出ちゃうんですよねギュイーンって出ちゃうんで、ここだけ気になるけど、使っててそんな問題あるかっていうとないけど、正直ね容量とか同じなんで、ほんと厚みだけですかね違うのは。ただ価格がやっぱりねこの321の方が安いので、個人的にはこの321でいいんじゃないかなと思いますけどね。こっちが厚みのある方かな。こうつけちょうど今充電できてますけど、このぐらいの厚みですかね。そんなにでも重くはないかな。ちょうどいい感じです。62薄いタイプはちょっと下がねこれ出ちゃうんですよね、サイズ感的に。そこだけですかね気になるところは。こんな感じです。質感とかも微妙に違うんでね、カラーも結構あるんで、iPhone に合わせやすいのもいいかなと思います。あとケーブル挿すタイプのパワーバンクみたいなのもあるんで、USB-C 対応したんでこれもねいいと思うんですけど、このローリーのワイヤレス充電器 4in1 モバイルバッテリーがねこれがね結構いいんですよ。質感はそれなりなんですけど、正直ね言うと。でモバイルバッテリー一体型なので、上でApple Watch とこれ下で AirPods とかかな、後ろはなんか結構排気口みたいなのがねついてるんですけど、でモバイルバッテリーこれね取り出せます。シャって取り出して、これはこれで使えるっていうね、ものになってて、普通に iPhone ねマグセーフのちゃんとねインジケーターみたいに出ますし、結構いいよ。で上 Apple Watch と AirPods ですね、同時にこれ充電できて、若干ね安定感がね怪しい時あるんですけど、横向きにしてこのスタンバイモードをですね iOS17 新機能、充電時に横向きにすると時計がこれ出るようになるんですけど、それも使えるので、結構いいんじゃないかなって思います。コスパがねかなりいい感じです。6000円ぐらいだったと思うんですけど、価格は正直ねそれなりなんで、質感から言うとねプラスチッキーって感じなんだけど、一言で言うとでも意外とね悪くないかなって思います。そんなに重くないし、場所はねそんなに取らないです。でこれモバイルバッテリーそのまま一体型でなかなかどうですかね、6000円というかぐらいの価格でなかなか買えないんで、コストパフォーマンスね非常に優れてんじゃないかなと思います。であとはですね、このアンカーのセキュリティスマートトラックカード、これもね地味に Apple デバイスと、iPhone とね特に使うものですけども、なくし物ですよ。なくしたいでしょ、なくし物。カード型の忘れ物防止タグで、位置情報がこれ iPhone で見れます。結構薄いかな。ちょうどクレジットカードと同じ大きさで、厚さはちょうどカードね2枚分ぐらいですかね。なので僕財布にこういう感じで入れてですね、スッと入れて、で iPhone で例えば音を鳴らすとかいうこともできますし、位置情報も取れますし、Apple の AirTag っていうのはあるんですけども、カード型のやつは
ないんでちょうどいいんですよね。鍵とかだとエアタグでいいかなと思うんですけど、これと今一緒に使ってるのはこのイルクリッテリオっていうねフィットミニっていうやつなんですけど、これ財布ですね。これも実はマグセーフ対応してまして、小銭とかもね入るんですけど、このジップのところね、これそのまま iPhone にパンってねつけれるんで、これもね割と僕は愛用してますね。結構いいしやすくて、これもちゃんと本革だったと思いますね。小銭はねそんなに入らないです。入るけど取り出しづらいですね、正直ね。なんで普段そんな現金使わないけど、一応持っておきたいっていう方、ミニマリスト向けだと思います。ヘビーユーザー、現金ヘビーユーザーは多分向かないですね。ミニマリスト向けでめちゃくちゃおすすめでございます。なんでこれマグセーフに対応してますので、このまま、つけてもらうと使えて、でさっきのなんかのやつはねここに入ってます。ユーフィーのセキュリティスマートトラッカー、結構薄いですよね。カード本当にね2枚分ぐらいで iPhone でそのまま音鳴らせるので、財布どこやったっけみたいなところねなくせます。このままシュッと入れといてカチッと。小銭ではちょっとねやっぱ取り出しづらいです、正直ね。そんなに広くないんで、でも割と収納はできますね。膨らむけどねでカードも3枚ぐらいですかねぐらいは入ります。で、最低限 3,4 枚は入るので、このまま持っていけるかなっていう感じではありますね。あとイヤホンね紹介しておきましょう。AirPods Pro ですかねこれはやっぱりいい。 iPhone との連携がねやっぱりめちゃくちゃいいので、もう充電量とかねパッて出てきますし、で閉じたら消えて、で開けたらヒュッてこう出てくるっていう、この連携の良さっていうのはもう今もね僕も iPhone2 個使ってるんですけど、言ったらちゃんと自動切り替えがあるんで、違うね iPhone を起動したらそっちに繋がってくれるっていうね、自動的にとかはやっぱりいいですね。であとこのおすすめなのがねイヤーチップ、ちょっとね透明なやつがついてるんですけど、これアズーラのセドゥナエアフィットかマックスってやつで、これねめちゃくちゃいいですね。医療用シリコンっていうのが使われてまして、ずっと耳入れておくと痒くなる時ないですか、 AirPods Pro って。シリコンなんで、これが結構軽減されます。完全になくなるわけじゃないんですけど、刺激というか相当ね変わりますね。純正のやつね質感はいいんですけど、やっぱ耳に入れるとやっぱかゆいなって感じる方はこれね非常におすすめです。と言いつつ、今はですねまだ動画上げれてないんですけど、 BOSE のクワイエットコンフォートかな、最近ウルトラっていうやつが出たんですけど、最近はこちらをね使ってまして、これねめちゃめちゃいいですね。ノイキャンが強い。AirPods Pro より正直いいですね、強い。で音はやっぱりこの BOSE の方がいいですし、装着感もかなり良くなって、今回横の部分がですねこのなんかシルバーっぽい加工になって、ケースはやっぱちょっとね大きめにはなるんですが、かなりね使いやすいですね。超いい音が。今回のモデルと比べたらそんなに変わってはないかもしれないですけど、あとやっぱソニーのですね 10X Mark5も非常に使いやすくて、これも小型でですね音がめちゃくちゃいいですね。価格帯的には全部非常に似ているので迷うと思うんですけど、僕は今のところはBOSEかなっていうところにはなってます。ノイキャンの高さと、音質もそうですし、あと装着感ですね。装着感は多分 AirPods Pro が一番いいかもしれないんですけど、ノイキャンとか総合的にはやっぱ BOSE がいいのかなっていう。ソニーはやっぱ音がいいんですけど、装着感が全然いいんですけど、BOSE とか AirPods Pro に比べたらちょっと劣るかなっていうところはありますね。で、最後見ておきますか。AirPods と、大きさは AirPods とソニーは一緒ぐらいですかね。で、BOSE はケースはやっぱちょっと大きめですかね。サイズ感的にはこんな感じでございます。ソニーもいいんですけどね、結構ね。あとやっぱこのイヤーピースがめちゃくちゃいいですね。まずはもうちょっとちっちゃかったらね、いいかなと思うんですけど、ワイヤレス充電使えないのはありますけどね。またレビューをね、していきたいと思います。ということで皆さんね、気になったケースとかありましたでしょうか。ちょっと長めになったと思うんですけど、ぜひねコメントいただければと思います。で、iPhone 15とか15 Pro 自体のレビューもございますし、いろいろと、あとアクセサリー類も全部Amazon のストアフロントっていうところでまとめたりしておりますので、おすすめケースとか保護フィルムっていう形で、また今後もまとめていきますので、セールになってたらねこう出たりとか非常に一覧的で分かりやすいと思うんで、概要欄からねチェックしていただければと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。はい、ということでケースはねやっぱ楽しいんだよね。ケースとかアクセサリー類にもう今めちゃくちゃあるからね、ここにケースも何個あんだよっていうね、やべえよ、やべえやつ。